Welcome back to another episode of Ikoku Nikki, or Journal with Witch. So in the previous episode, it was mostly focused around the relationship between Kasamachi and Makio, and it ended off with both of them kind of being, wanting to kind of get together, but also being a bit scared of it, a bit scarred by it as well. So especially Makio, so she kind of pulled away, but then eventually Kasamachi ended up, kind of like taking the last move, taking the plunge, and they ended up having a moment together. So we'll see where that's gonna lead now here. So if you wanna watch this, Uncut and Blur is always on my Patreon in the description. And let's go into Ikoku Nikki, episode 7. あなたが誰からも愛されるように心から願っていますし、そのためにきっと何でもしてやろうと思います。朝、お母さんは Oh, she found this. あなたのことが Oh, come on, man. どうもどうも。すまんですね、ご足労いただいちゃって。全然。冷たいカフェラテください。かしこまりました。Leave inviting. マキオゲン。その話は後ほど。だな。っていうか、知らなかったよ。転職したの。1年前にね。なので人脈も地盤も弱っちくてさ。うん。相談乗ってもらっちゃって。お役に立てるなら嬉しいよ。結論から言うと、先方、だいぶ大悟さんに会いたい感じでした。よし。やりたいことも近いみたいだし、うまくつなげられると思う。どうする？交流会とか。いや、もう即仕事の話がしたいんで。了解了解。じゃあ連絡先教えるね。助かります。ファミレス久しぶりです。子供いると便利なんですよ。マキオさんとお呼びしていいのかしら。今日はお時間作ってくださってありがとうございます。ああ、いえ。朝ちゃんとは小学校から Oh, I see. This is okay. 長いお付き合いだったんです。だから正直、亡くなったことが今もまだ消化しきれないという。 She looks a lot like Emiri. 本当に突然起こるんだなって。それでね、卒業式も入学式も見えないのは大丈夫な人なのって思ってしまって。Yeah. すみません。ご不安を与えてしまって。She is a bit peculiar. ごめんなさい。 Yeah. エミリや朝ちゃんからお話聞いて。ね。全然大丈夫だってことはもう。大丈夫かと言われるとだいぶ不安ではあります。 That she's completely fine, yeah. 精一杯。はい。子育てはずっとそうですから。Mm-hmm. お会いできてよかったです。じゃあ、マキオさんからは何も聞いてない？しばらく会ってないもん。それはつまり何かあったってことか。詳しく。いや、 Spill the beans. マキオさんが親友に話さないことを俺が話していいのか？あいつと恋バナなんてしないよ、気持ち悪い。親友と言われるのも。その辺の距離感が俺には。笠町くんさ、昔私らに会ってみたいって言い出したの笠町くんでしょ。でなきゃ一生紹介されてなかったと思う。Ah. 一緒？まあ、あの時は会話の速さについていけなかった。ね、何があったの？大悟さんには歓迎されないと思ってたんだ。また俺が彼女に近づく。 One small detail that I really like about this as well is I really like how when you can get a flashback to a few years ago, they look very different than they do now. Like their hairstyles change and stuff like that, which and their fashion sense and stuff that changes, which is very realistic once again, right? If you look at the pictures from a few years ago of maybe yourself or your friends, chances are they look like a lot of the people in those pictures look very different than they do today, right? And you don't really see that usually in anime. Usually it's just like a one-to-one almost. Maybe that they're a tiny bit, they look a tiny bit younger, but here I like how they actually change styles and stuff. It's really cool. うちとかさ、家族で来てもお父さん一言も発さなくてさ、一人で来てんのって感じで。あれすげえやろ。
ご両親のお話をするんですよ。うそんなこん。とまで話しちゃっていいのかしらって最初はびっくりしたんですけど。でも、ああしてざっくばらんにおしゃべりする方がかえっていいのかな。そうですね。私は姉とは没交渉だったので。うねえねん。えお母さん。なにもう。ごめんなさい。朝と水着買いに行ってもいい？水着ならあるじゃない。背伸びたの。何その顔は。私も。持ってるんじゃない？知らないじゃん、マキオちゃん。いや。知ってる知らないの問題ではなく。私も背伸びたの。2センチだけね。へい、エミリー、裏切りへい。ちょっと待って、うつ？マキオさんと別れうた後ん。にね。That's cute though. なのに私、えらい怒りのメール送りましたよね、笠松くんに。嘘でしょ？ごめんなさい。ああ、いや、別れたことを確かにメール Oh, を it 送 wasn't って because な of い。 split. 銀行なんてもう無理だなって追 Oh. い詰めちゃっただけで。本当に？大丈夫。なんか、意外っていうのも失礼だけど、意外だわ。正直、俺がって思った。じゃあ5000円ね。クラウドに書いとくから。クラウドって？クラウドでメモを共有して掲示板として使ってるの。私がいろいろ忘れちゃうから。忘れちゃうんですか？忘れちゃうんです。忘れるって何を？Everything. Everything. 何も。Yeah, everything. Everything and そ anything. れでこの前喧嘩したもんね。喧嘩ではない。いいアイデアですね。友人のアドバイスです。Ah, マキオ Kasamachi. ちゃん片付けらんないんだもん。人の話聞いてないし、聞いても忘れてるし。そうですよね。Neurodivergent. 激変でしょ？ Such a realistic conversation 親 there. ではないんですが。でも、親じゃないし。Mm. でも、決断なさったわけでしょ？朝ちゃんの親になろうって。いや、私は親にはなれません。なるつもりもないし、保護者ではあるけど。Mm. 泣いて、そのまま動けなくなってさ。なんで俺がって。もっとうまく立ち回れよ。やり過ごせよ。努力が足りないんだろう。言葉にしなくても、周りに対して思ってたことがさ、全部自分に返ってきたんだよな。自分が弱い立場の人間になるなんて、想像もしてなかった。傲慢だったんだ。マキオには話したの？最近ね、転職するまで誰にも話せなかったし、マキオの反応もちょっと怖かったんだけど。いっぱい寝た？うん、めちゃくちゃいっぱい。じゃあ、よかったね。以上。That's so Makia. That's so 考 Makia. えていたのがバカみたいでさ、ほっとしたよ。そういう人だから惚れたんだよな。あら。あれあれまあまあ。そろそろ時間が。じゃあ、きっかけだけ教えて。 Give me the scoop. 慣れない What's と up? いうことはないわよ。 It's really cute how oh man, I'm forgetting the name. Why am I blanking on the name? But the friend here with that's hanging out with Kasamachi right now. I like how she's like, oh, I could never speak about romance with Makio. But the second she's speaking about Makio's romance with someone else, she's all down for it. She's so excited about it. So it's not like she doesn't like care about Makio's romance and stuff like that. She just doesn't want to talk to Makio about it, which I feel like is it's so realistic to, like, you know, when you have a friend that's really, really close to you, it's hard to talk about some like those kind of vulnerable things sometimes. And you're like, but when someone else is talking about their, you know, their side of things with your friend, then you're like, yo, tell me everything about it. It's so cute. It's so cute. 愛情があれば。いや、なんて言えばいいんでしょうか。彼女の親は、彼女をここま It で would feel 育 weird て for た her, 彼 right? らしかい To ないんです。 pick that up. どんな親 Yeah. だったのか、私には知りようもないですけど。お母さんってどんな人だったんだろう。でももう、Mm. 彼女が親から受け取るはずだったものは、どうしたって得られません。いいことも悪いことも。孤独を、絶望を表す
Mm. だから今までもらったものでやりくりしていくしかないと思うんです。彼女を守ることはできても、私に育てることはどうされましょう。また泣いてる。気にしなくていいですよ。CM 見ても泣く人なんて。 That's so ミリマ cute. マ超みたい。じゃあ水着買ってきます。すみません。もうね、自分だったらって考えちゃって。そうですよね。みちこさんに伺ってよいでしょうか。 Michiko. 私、やだ、いつもエミリママって呼ばれてるから心配して。True. はい、なんでしょう。姉はどういう Mm. 人間でしたか。弁護士？朝さんのことでついてくれてるっていう。知らない。それがさ、美青年。Here he is. 俺みたいなのと違って、なんか涼しげな。それで、ちょっと焦 Bro, ら you're せ the て。coolest guy around. Don't worry about it. 得意じゃないよ。でも、頭のいいやつが好きだろ。自分のことか、この野郎。弁護士は俺より頭いいだろ。あ？何？知った？ Of course he いや、違う。で is. も、マキオさんモテるだろう。まずいだろ、ほっといたら。はあ？あんなめんどくせえやつ、一部の構図家しか俺ねえわ。This is a dig at him as おめえ well. のことだよ。 Yep, おめえな。 yep. 大悟さん、声。みのりさん、私にとっては朝ちゃんママ。そうね、自分に厳しい人だったかも。 Mm. ご自分の求める理想が高いというか。あんた、こんなこともできないの？こんなこと。ね。なんでできない？ Mm. なるほど。そういうところは似てらっしゃるのかな。ご自分に厳しそう。違うかな。なぜ姉は籍を入れなかったのか聞いたことはありますか？ Oh. それは私もニュースで初めて。 Oh, she 朝 didn't ちゃ even ん know は about it. 知ってたのかしら。どうでしょう。なんだか知らない人みたいだ。私も親になる前と後では I do know 違う。 people who have families and have been together for over a decade or even decades and they never got legally married because there sometimes there just isn't a merit to it. And also it if anything were to happen, it's just it ends up being more of a headache to a lot of the people to being like, we went through all of this. We spent so much money on a wedding. We spent so much money on the papers. We spent so much time on the papers and all those things. And then let's say we were together. That's mostly if they don't have a family. They've been together for a long time. And they're like, you know what? I just kind of don't want to go through the hassle if something were to happen between us where we would need to go through an official divorce then, right? So I know a lot of people that have been together for a long time, that have families and stuff like that, and they never got legally married. I feel like it's not that unheard of, and I feel like it's getting more and more popular nowadays as well, especially because the costs of weddings are so high. Also, another thing unrelated to that, I was thinking about this. I really like that how Makio speaks like a writer, right? She can be a bit like awkward and stumble on her words a little bit, but whenever she gets going, whenever she's actually like, you know, eloquently speaking stuff, she is very poetic in the way that she speaks. All of her sentences are very poetic, very much like a book. You can tell that she's a writer just by the way that she speaks. It's really cool to see, you know? It's really cool. I really like that kind of like characterization from her. 人間みたいに見えてるのかも。わかりませんよね。本当のところは。後悔は親になって？もちろん。でも、どの選択をしてもきっと後悔はしたし。 Yep. いいの、今となっては。 Yep. 引き取らなかった方が後悔したかな。したんじゃないかな。ご自分に厳しそうだから。そんなに真面目じゃないです。What a cool scene. What a really cool scene. エミリさ、この間桜井くんから聞いたんだけど、篠崎に告られたんでしょ。付
き合わないの？桜井が言ったの？てか篠崎知ってるんだっけ？体育祭同じチームだった。付き合わないです。なんで？好きじゃないから。彼氏作んないの？自分が欲しいんじゃないの？欲しいけど、今はバンド楽しいし、人の恋バナでキャーキャーしたい。不純。本当にさ、しつこい。とにかく作らない彼氏は。That's fair. 何それ？じゃあ彼女ならいいの？マジでしつこい。この話はもう終わり。マキオちゃんみたい。笠町くんの話聞こうとしたらそんな感じでさ、朝がしつこいからだ Interesting. よ。違うよ。マキオちゃんは変わってるじゃん。全然的外れかわからないけど、あなたが誰を好きになってもならなくても、それは罪ではないという話。Oh. 別に私変わってないし。だからマキオちゃんと同じなのは変でしょ？変だよ変。朝さんいると思ってたから多かったな。明日食べるよ。友達とご飯食べて That's cool. Talking about like social norms and stuff like that, conforming to social norms 悪いこと。そうだ。 and the pressure of peers and stuff. あげる。弁当日記。うちの母のレシピの参考に。ちょっと人の日記。本当に弁当のことしか書いてないんだよ。いや。じゃあ貸すってことでいただきます。人の手書きって読むのにエネルギー使う。生っぽさ。慎吾は隠しているようだが、桜伝部は分かってるよ。隠してたかな。 That's cute. ものすごくきっちりした方だね。 She actually wrote it down. That's so cute. しょっちゅう友達と旅行行って。じゃあこれはこれで愛なんじゃない？彼女は自分が思う完璧なものを与えていれば、俺が彼女の望む完璧な息子になると思ってたんだ。どっかで。それって愛かな。まあ、そんなの本人にしかわからないよね。どう受け取るかはあなたの問題だし。姉もさ、日記を残してたの。日記。悪いなと思いつつ、残すべきか判断したくてちらっと中を見たんだけど、朝当てだった。朝さんに向けて書いてたってこと？そう。この弁当日記もいわばあなた宛てでしょ。ただ姉のはもっと私的な。あなたが20歳になったらあげようと思って書き始めましたって。それは手紙だな。そう。それ以上は読んでないんだけど、文章なんか全然書かない人だったの。それが一体どんな気持ちであんなにたくさん書くに至ったんだろうって。書くのはとても孤独な作業だから。それこそ愛とか。姉には20歳になっても結局渡さないって選択肢もあったと思う。あと5年も生きてたら。まあな。でも亡くなってしまった以上は渡さないと。いつ？ 20歳になったら。朝は今も母親に会いたがってる。It's tough. It's so tough. 母親は生きてるでしょ。今こそ読みたい時かもしれないし、彼女自身が読む時を決めるべきかもしれない。いつ渡してやるべきかね。何それ？勝手に死んだんじゃん。日記の中には母親は生きてるでしょ。何それ？死んでるじゃん、勝手に。何？日記って。お母さんもマキオちゃんも私に隠して。ムカつく。ムカつく。 She's going through ムカ it. つく。ムカつく。She's venting. She doesn't know where to direct her feelings. はいはい。何回も言わないの。はーい。ねえ、うせ。いってらっしゃい。行ってきまー
ちの弟なんかさ、他人のために尽くせないから結婚しないって。自己中、協調性ゼロ？うちの妹もそれかも。女の子で？そんなんじゃダメだって言うと、椅子投げてきたりして。弟じゃないよね。でも今になると、妹の方がうまくやったのかも。自分勝手でも一人でバリバリ働いて。マジでうるさい。その調子で困るのはあんたじゃない。人の目が気になるだけでしょ。好きなものもやりたいことも、主義も主張も、探求心も何にもない。あんたに自分の持ち物が何もないだけ。自分の空気を人に押し付けるな。子供全然好きじゃなかったのに。これだって思っちゃってさ。子育てに向いてたって。It wasn't a one-sided. なりたい自分に初めてなれたみたいな。いつでもうまくやってきた。Yeah, there were. It wasn't like a one-sided fight, right? That Minori, is that the mom's name? That Minori and Maki were having. It's not like Minori was the only one who was saying some pretty bad stuff to Maki, right? It seems like. でも気づけば思ったようにいかなかったことばかり。人生全然思い通りにならなかった。結婚はしたくないけど、子供のことは精一杯やりたい。父親としてできる限りよろしくお願いします。そう。わかった。お願いね。 Damn, this is a lot more depressing than I thought. This reasoning. どうよ、新婚は。全然。もう戸籍が変わっただけ。書類上の手続きよ。 Yeah, exactly. それが大きいんでしょ。みのりは？とうとうみのりが最後だよ。意外だよね。付き合ってる彼とはどうなったの？実は今日みんなに報告しようと思って。そっか。みのりもようやく一人前か。私はみんなと同じでずっと普通で、なんなら少し優秀で、みんなと違うなんて変なことで。ねえ、なんでこんなこともできないの？ねえ、なんで？妹よ、あなたはどうやって人と違う自分に耐えて生きているのだろう。朝、あなたの名前は必ず来る新しくて美しいものという意味を込めて一生懸命考えました。あなたが誰からも愛されるよう心から願っていますし、そのためにきっと何でもしてやろうと思います。あなたがどんな人になって何を選ぶのか、今は何もわからないし、ずっと先もわからないかもしれません。でも、あなたがあなたを好きでいられる人であれば、それで十分だと思います。それは、大きな穴を覗き込むような作業で、その暗い穴の底には、本当は母は私を愛していなかったのではないか、という怪物めいた恐怖が潜んでいたのだった。朝、お母さんはあなたのことが。わかんないじゃん、こんなの。嘘かもしんない。わかんないじゃん。なんだって書けるもん。わかんないじゃん。わかんないじゃん。She's trying so hard to deny it. Oh, come on, man. Oh, actually, I think it's better that it ends here. Holy shit. I think that's it. That's it. Okay. This episode was, compared to the previous one, oh, once again, a lot heavier. I feel like, oh, sorry about that. I feel like we really, we really like go from like some extremely heavy emotional episodes. So sometimes having an episode that's a bit more, fun in a way, right? Even though it still is touching upon those themes, it's a bit more fun like the previous one. And then this one, ooh, this one was extremely heavy. I'm really liking how Asa is portrayed in all of this, because obviously she doesn't know what to do with her feelings. She's obviously extremely confused about everything. She doesn't know how, like, if she accepts that her mother
is gone and that her mother loved her and that she is never going to get this back again, then that's gonna be the most painful thing that she's gonna have to accept, right? So she's trying to shield herself from that pain by venting, by trying to find any kind of other excuse for what could have happened, right? And it's so sad to watch, right? Because it's just a coping mechanism, it's just her trying to protect herself from the inevitable, which eventually is going to have to come, right? But it is also true that by maybe protecting herself for a bit longer, it can be a bit more of a gradual thing that she can accept, and maybe it's gonna help her not have to take everything in all at once, right? But I still think that once she's gonna accept it, it's gonna be a painful thing to accept for her. But it is really, really interesting the way that it's written. Anyways, we also got to see why we didn't hear much about the dad and stuff. We're only hearing about the mommies because it seems like they had a pretty strained relationship, right? It seemed like it wasn't the optimal happy family relationship. It was the dad staying around for the sake of the kid, as opposed to like some kind of like really love binding them together. At least from what we've seen right there at the end, or in that one scene, right? So that is unfortunate, right? That's not also what I expected, because as I said, I do know a few people who have been in a relationship for like decades and have families together, and they are not married because there's just no need to be, right? There's nothing really changes. I think there are some tax reasons depending on the country and stuff like that, but apart from that, nothing really changes if you are married or if you aren't married. So a lot of people just opt to not get married, which is fair. I think that's completely fine, even if the couple, does care and love each other a lot. Don't need to get married, right? They can stay their entire life together without getting married. But yeah, this doesn't seem to be the case here, right? So that is very much unfortunate. I also love the entire scene with Emiri's mom and Makio. That entire scene there was so cool, right? Kind of like probing deeper into Makio's mind of how she feels about this entire thing. And I really like the thing that Emiri's mom was saying about, no matter what choice you would have made, you would have regretted some stuff about it, right? And when Makio was like, do you think I would regret not taking in Asa more than taking her in, more than I regret it now? And her being like, I think you would, because you are really hard on yourself. That's such a interesting conversation they had. And also Emiri's mom equating some of Makio's behavior to Minori is also very, very interesting. We are seeing more and more of Minori and Makio's relationship in this, how Minori was harsh on everyone, or very hard on herself and also on people she presumably cared about, right? And I'm gonna guess that is also the reason why we saw a few outbursts towards Asa in a flashback from Minori, right? I'm guessing that is because of how much she cares for Asa, and the same thing with her outburst toward Makio. I'm guessing that was out of care and worry, right? And she ended up bursting and being like very, very, very harsh on them, probably to a bit of an extreme, right? Overstepping the line a bit. But yeah, really cool to see that entire thing happen there, right? Really, really awesome episode. Really emotional episode as well. I'm wondering how Asa's going to eventually get to accept the entire situation, but I guess we'll see, right? It's really cool to see her journey though. For now, I'm gonna end it here. Hope you guys enjoyed. If you did, make sure to like, comment, subscribe, and I'll see you in the next one. Peace.